水のいろんな形が集まってシアター4オーラ文字黒い直線からラーニングが現れる。シアターフォーオールラーニングへようこそ。これからある作品を感じたり解釈したりするためのウォーミングアップを始めます。クエスチョン、作品を感じ考えること。クエスト、考えたことを行動に移すこと。この2つの Q を持ってお楽しみください。今日のクエスチョンは、あなたにとってワクワクするアートってどんなものですか？です。生命は東洋一と言います。初期語欄っていうのがあると映画監督というふうに書きますけれども、ここしばらくはずっと映画と離れてるんで、今映画監督じゃなくて映画観客の一人です。田島聖堂と言います。僕は絵描きですけども、絵本も描いてますし、空間を相手にして、何でもありみたいな感じでね、やってます。田島聖堂さんの絵の中の僕の村という、これはエッセイ、少年時代の思い出をいろいろ実に巧みに率直な自分のマイナス面も全くためらわずに書いた素晴らしい本を与えられてね、それを読んでどうしても映画化したいという私も思って作った映画です。絵の中の僕の村は。田島聖三さんってどんな人ですか？嘘じゃなくて、本当に僕はこの画家を尊敬してますから。と言ってもですね、絵の中の僕の村という、これは小説じゃなくてエッセイ集ですけれども、それ読んだ瞬間からですけどね、この人は大変な人だっていうふうに思ってたことはあります。それからやっぱりこの間の NHK の日曜美術館でも見たんですけど、田島さん自体がね、ご本人がうまい絵を描くようになったら終わりだっていうことをおっしゃってたわけですよ。これはね、ふっかりすると僕なんかの業界でそんなこと言っちゃいけないような言葉ですよ。みんな上手くなりたいと思ってるやつがいっぱいいるわけだから、僕なんか上手くなりたいと思ったこと一回もないのでね、そういうところでは本当に僕は共感しちゃったんですよ。見事なセリフだなと。僕なんか人前でそんなこと言えないですけどね、なかなか。とてもだから発言もただことじゃないですってこの人はと思ってます僕は。絵がうまいってどういうことですか？いや、うまい絵を描くようになったらダメだとか言ってたでしょ。そうそう。僕はうまい絵が描けないですね、大体。だからちょっと負け惜しみもあるんだけども、やっぱり上手になって、普通の人たちが足元にも近寄れないような、すごいテクニシャンになってしまうと、こういう絵は専門家じゃないと描けない。だからこの絵買わなきゃというふうになっちゃうわけですよ。そのための技術なんですよ。大事なのは技術じゃなくて感性なんで、技術がどんどん上達して、名称とか、言われるような、それを目指すアーティストが尊敬されていて、僕みたいにいつまでも下手っていうのはね、もう軽蔑どころかもうなんかいらないんじゃないかと、こういう人は。けど、本当はね、技術じゃなくて、その人にしか描けない、その人にしか表現できないものが、人々の心に響くわけで、上手っていうものはね、すごい大事なものを全部置いてって、もう抜け殻みたいなもんだって極端なこと言ってんだけどね、僕は。いや、それはもう同感です、僕は。それでね、映画の世界なんかでも、特に日本ではあんまりいないんですけど、ハリウッドなんか行ったら、うまい監督はもうざらにそこら中転がってるんですよ。でもね、そううまいっていうことじゃなくて、その人じゃないとこの映画はできないなってことが見たらすぐ分かるような人もいるわけですよ。そういう人たちがやっぱり一番大事な人たちなんですよ。僕なんか観客としてもね。だから今おっしゃる通りだと思うんですよ。うまくなりゃいいって問題じゃないということですよね。そうですね。
まあ、うまくなれない人の愚痴かもしれないけど。いや、そうじゃなくてね、つまりね、人はね、ほっとくとうまくなっちゃうんですよ。そうですね。逆に言ったらいかにうまくならないかっていうことを考えなきゃいけないってこともあります。その努力は僕してきたけどね。上手にならないようになるべくね、こう、まあ、要するにテクニックに走らないように。障害のあるないにかかわらず、心惹かれるアートとは何でしょうか？まあ、僕はそうなんですよ。ちょっとね、運動神経が極端に、悪いんですよね。映画の中で、運動会でビリッコになってね、みんなからいじめられるシーンがあるけど。あれも原作にあったシーンですよ。そうですね。まあ、とにかく、とてもこれ本気で走ってると思えないわけですよね、普通の子供にとって。本人はものすごいスピードで走ってるつもりなんだけど、よそから見るともう全く走る気がなく、たらたら走ってるみたいにしか見えない。見えると。で、まあそういうことになっちゃったんで、まあそれは、普段の生活の中でも、例えば、なんか、例えば風呂敷を包むとかね、もっと根本的なパンツを履くとか、服を着るとか、そういうことはうまくできないんですよね。で、大体絵描きさんなんですね、とか言って、絵描きさんのくせに、随分不器用な方ですねって言われるけど、絵描きは器用なのかって器用な絵描きがダメなんだっていうことを言ってんだけどね。また話が元に戻っちゃうから、この辺にしますけど。例えば僕は獅子おどしの大きいのを作って、ああ、そうですか。それはヤギなんだけどね、ヤギの頭に水が溜まると、ジャポンって言って、それをこのワイヤーでね、引き込んで、それでオブジェを動かしてるんですけどね。ああ、そうですか。それ面白いですね。そのオブジェをね、僕紐で縛りたいって思ってるんですね。で、その紐が、紐で？まあ、サナワとか、シュロナとか、ありますけど、僕はね、ヘクソカズラっていう植物があるでしょ？そのつるが強いんですよ、すごく。引っ張っても切れない。それでね、こう、縛ってたんですね。だからね、やっぱり、器用な人はこう、縛って、縛り方あるじゃないですか、いろんな。キャンプの時にこう縛ったらなんとかとかね。ああいう上手に縛れる人がこうピッてやっちゃったらね、なんか美しくないんですよ。そういう。なるほど。なんかね、こう、綺麗にできてるっていう。だから僕は、もっとね、こう、一生懸命やったんだけど、こんなにしか縛れませんでしたみたいな、そういうふうに縛れませんかって言ったら、じゃあこうでしょって。いや、それはいい加減な縛り方で、一生懸命に上手に縛ろうとしてんのにこうなっちゃったみたいな縛り方をしてくださいって言ったら、なるほど。無理だって言われたんだけど、上手な人がさっさとやったことは、それはそれでいいんだろうけども、下手な人、まあ、言葉もね、出せないような方が、一生懸命喋ってる姿っていうのは美しいんですよ。それを、まあ、形にすれば、そのヘクソカズラという、なんかひどい名前を付けられた不幸な植物を一生懸命縛って、しかもこんな風にしか縛れなかったっていう、もうそれだけで素晴らしいじゃないですか。そうですね。だからそれ上手な人がわざと下手にやるのと全然違うわけですよ。違います。
形がいくら似ていても全く違うもんだと思いますねなんです。よね。ねえそこの、だから障害っていうか、下手とか上手とか、できないとかできるとか、そういう差っていうのは、一般的にこれができるから健常者で、できないから障害者って、決めつけられてるけども、できないことの素晴らしさ。普通の人がってやっちゃってることを、一生懸命にならないとできない人の持っているその心の、出来上がったものにどれだけ心を込めているかっていうね、ねえその違いが出るわけですから、そうですねだからこの上手にできないことは悪いことじゃなくて、かえって素晴らしいことだって僕は思うんですよ。そうだと思いますよ。今日のクエスチョンは、あなたにとってワクワクするアートってどんなものですか？です。クエスチョンを持って作品に向かったとき、どんな驚きやワクワクがあなたを待っているでしょう？アーティストや学者の視点、ユニークな表現や感じ方に触れたとき、あなたの中の未知の扉が開かれるかもしれない。さあ、大人も子供も張り切って作品鑑賞から広がる世界に心を澄ましてクエストしよう。文化庁シアターフォーオールラボオールバイプリコグ